Hi friends! 毎年その年の目標って立ってる？立ててたとしても全てコンプリートしてる？そう、今回の動画では毎年目標は立ててるけどなかなか達成できないそこのあなた。I'm talking about you. 目標達成率をぐんとアップできる目標設定方法を今日は教えます。If you're new here, hi! My name is... Oh my god, why am I talking in English? Okay. 私の名前はミクです。この YouTube チャンネルは始めたばっかりで本当に方向性もニーシも決まったわけじゃないんだけど、私の座右の銘である You design the life you love っていうことに沿った形でコンテンツを発信できたらいいなって思ってます。ちなみに私の前回とかの動画を見てくれたら本当にdrastically にこのセッティング変わったでしょ？そうなの。私はこれをクリスマスの次の日に撮ってますっていうのも、このガジェットたちをクリスマスにいただきました。では、let's get into the main topic。これをもし2025年入る前に見てないくて、2025年入った後に見ちゃって、失敗したとか思わないで、全然そんなことない。目標はいつでも、いつからでも、24時間、いつでもどこでも立てられるから、全然気にしないで、そういうことは。大丈夫。You are on the right track。そう、大丈夫。Don't compare yourself to others。ちょっと髪の毛が邪魔かなって思って上にやったんだけど、結構ボサボサに見えてるので、ちょっともう一回綺麗にしますね。これで一旦はどうでしょうか？本題に入る前に、私は2024年に7つの目標を立てたんだけど、そのうちの5つクリアしたの。でも今年こそ絶対に全てクリアしたいって思ったから、ちょっとインスピレーションをいろいろな YouTube から取ってきました。で、その私がいいなって思ったやつと私の経験を含めた目標達成方法を5つのステップで教えます。私がこのエピソードを作る上ですごいインスピレーションを受けたのはアリーっていうこの人なんだけど、本当に全てのコンテンツが最高に楽しい、この人は。だからぜひ見てみてください。一緒に Better Versions of Ourselves になりましょう。私実は本当に小学生の頃から親に目標立てろ、目標立てろってずっと言われてたの。でも小学生の頃なんて全然目標とかないし、別に、じゃあ1年で何冊の本読もうかなとか言っても別に興味があってそれを書いてたわけじゃないから、なんだろう、目標設定ってなんでそんなに大切なんだろうってか思ってたんだけど、もう大人になって、目標設定ってめっちゃ大切だなって思って、自分が生きたい未来、自分がなりたい未来に近づくために、自分がどういう行動をすればいいのか、どの時期にどこにいた方がいいのか、どの時期に自分はどのポジションにいた方がいいのかっていうのをいろいろ考えさせられる。それをすることで、自分の人生がもっと鮮やかになるなって思ったんだよね。で、この動画がすごくあなたに重要になってくる理由があってっていうのも、目標を頭の中で設定していても書き出さなかったりすることあるんじゃないですか？もしかしたらあるんじゃないですか？私もそういう人だったんだけど、でも、目標を書き出すことで、目標達成率が42%も上がるっていう研究結果があるんですよ。そう、だからステップ1は、そのあなたの頭にあるゴールをすべてノートに書き出す。で、私は中3の時から毎年毎年ゴールを設定してて、それを毎月でも毎日でも毎週でも見返して自分のゴールはここ。だからそれに行き着くまでどうやってやったらいいのかっていうことをいろいろ何回も何回も繰り返してたんだけど、2年前にやったテクニックですごい良かったなって思って今年また取り入れたいものがあってっていうのは、アリーも実際に取り入れてたものだったんだけど、Quarter Quest っていうのを取り入れるの。Quarterly Quest っていうのは、クォーターゴールとも言えて、3ヶ月ずつゴールを変えていくというか、自分の達成するべきクエストみたいなのを作ることなんだよね。で、私はそれを2年前実施して、すごい面白かった、楽しかったから、なんで去年やらなかったのかは全然わかんないんだけど、多分すっかり忘れてただけなんだけど、また今年取り入れてもっと成果が出せるようにしたいなって思ってるんだよね、実は。で、この時は、annually goal、2025年全部をひっくるめたゴールももちろん作るんだけど、それを全部達成できるように quarterly quest があって、3ヶ月ずつ自分のクエストを達成していくのね。で、その quarterly quest には多くても3つから4つのゴール、自分がその3ヶ月で達成できるゴールをその中に書いていくの。
私は2025年は YouTube も頑張りたいし、TikTok ももっと頑張りたいしっていうことで、コンテンツクリエーションの目標みたいなのを立てたんだけど、あとはもちろん新卒で私は新しく社会人になるのね。だからその時のゴールみたいなのも作って、あとは Health and Wellness。私の健康のことだったり、マインドセットのことだったりのゴールを立てたり、あとは私は今埼玉県にいるんだけど、これから沖縄に引っ越すっていうことで、沖縄で何したいか、引っ越したところで新しく何をしたいかっていうことをいろいろゴールとして挙げてて、すごいもう考えるだけでワクワクしてるんだけど、私の具体的な Core Requests を今から読みます。First, post YouTube videos once a week. I'll try to post a YouTube video once a week. 頑張ります。本当に YouTube 頑張りたいと思って。ロングコンテンツ、多分、ショートより私もうベラベラ話す人だから、ちょっとこっちの方がいいかな、みたいな。あと、プラス、ポッドキャストめっちゃやりたい。ポッドキャストめっちゃやりたい。そう。で、second one 切り替え早い。Okay, so read a book every month. そう。1ヶ月に1個は本を読みたいと思ってて。そう、学生の時は結構読めてたんだけど、なんかね、これから社会人になるって言って、なかなか読めなくなっちゃうかなと思ったけど、でもまあその read a book every month っていうのも夜お布団に入った時にスマホを見るんじゃなくて本を読むとかして、なんか習慣的に変えていこうかなって思ってます。で、No.3 exercise in the morning。そうです。そう、でも、カッコで it doesn't have to be every day では書いたんだけど、本当に最近私朝起きたらすぐ下の私んちさ、1階がさ、ジムみたいになってんの。そう。だから、ジムみたいなところで、よく朝は運動してるんだけど、そう。もっと運動したいと思って、ランニングもめっちゃ好きだし、最近は寒すぎて全然行けないけど。まあ、そんなのは、excuses ですよね。はい、すいません。まあでも沖縄に引っ越せば、海のランニングもいけると思うし、すごい楽しみです。で、No.4 get 30k followers on TikTok。私、今 26k とかだから、まあ 30k に3ヶ月以内でいけたらもっと大きなゴールを多分追加で設定していくと思う。でも、やり方はこんな感じ。で、ステップ2、自分のゴールを定期的に見る。この定期的なゴール確認の重要性っていうのは、これ聞いたことあると思うけど、Red Car Theory。私は Red Car Theory って言ってるんだけど、本当の名前は Red Car Theory じゃないかもしれない。だけど、今から皆さんに赤い車をできるだけたくさん見つけてくださいって言ったら、結構自分が思ってた以上に赤い車ってめっちゃ走ってるんだよ。そういうこと。自分が意識した方に自分の頭は動く。脳みそは動く。目は動く。意識も動く。だって自分が意識してるんだもんね。まあ当たり前のこと。で、目標設定っていうのは Red Car Theory と本当に一緒なの。ここで間違える人たちはたくさんいて、っていうのも、まずゴールを設定しない。そしてゴールを設定したとしても書かない。そして最後、ゴールを見ない。これがやりがちなゴール達成できない失敗、過ち。で、ステップ3、自分のこのプログレス、過程を観察したり記録したりしてモニタリングすること。少しこの私の日記というかスケジュール帳をスニークピークさせてあげるんだけど、ちょっと撮影が別の日になっちゃったから全然違う格好をしてるんだけど、でも what I do here is that I write goals。ここにゴールを書くので、ここのゴールのリフレクション1週間終わったら、ここにリフレクションを書くのね。で、先ほど緑の枠に書いてあったゴールは、私の Quarter Request を達成できるための小さなステップのゴール、小さなゴールたちっていう感じで、いろいろその1週間のゴールをつけてるのね。だってさ、大きなゴールがあったとしても、小さなゴールがその大きなゴールの途中にないと達成できないでしょ。こんな高い階段もあるかもしれないし、そんな高い階段を一歩で行けるわけではないからさ、小さなゴールを一週間ずつ作っていくんだよね。私はそのやり方をしてる。これは weekly reset って言って、で、週が終わった後に、その週のリフレクションとして、私が聞いてるのは、今回つけたゴールはどんな感じに進んだ？どんな感じに今自分は進んでるってことをリフレクションしてるの。あの小さなボックスで。だから全然リフレクション
もっとしたいときはもっとするし、いろいろ凝縮して書いてるっていうのも事実としてある。で、私は TikTok でもジャーナリングをするとすごく一日がうまくいくし、本当に生き方が全然変わるよっていうお話を一回したことがあったんだけど、その時にモーニングジャーナル、そのジャーナルをすることでリフレクションをしたりもしてる。で、私はその1週間のゴールは3つぐらい設定してるのね。で、その理由も多すぎると全然結果が出ないから。で、3つ設定したら、もちろんその週が終わったら、私はその3つ、どんな感じに進んだか、自分が今どんな感じに進めてるかっていうことをリフレクションするの。で、そのリフレクションの仕方も、私が TikTok でこの間紹介したジャーナルで私はリフレクションをよくするんだけど、私は Morning Journal とか Morning Page って言ったりするの。っていうのも、ずっとやりたかったことをやりなさいっていうこの本があるんだけど、この本からどれだけモーニングページっていうものが本当に大切なのか、自分のメンタルでも、自分の人生でも、生き方でも、すべてすごく大切だっていうことをすごい、その本から勉強したのね。だから、モーニングジャーナルを私はつけてるんだけど、そこでリフレクションをしてて、そこでは、今週の優先するべきこと、ゴールは何だったのか、それで、先ほども言ったけど、どんな感じに進んでるのか、どんな感じで自分が進めてるのかっていうことをリフレクションしてる。そして4つ目のステップ。これは visualization。この visualization は私の意味ではこんな感じ。あたかも自分のゴールだったり体験だったり、それらをもう達成したって思わせることが visualization。思うだけじゃダメ。感じたり、匂ってみたり、触ってみたり、感情的にどんな気持ちになってるのか、どんな姿の自分なのか、何を持っているのか、どんな匂いするのか、どんなものを食べてるのか、そういうのすべて六感を使って、五感六感を使って感じること。それを visualization って私は呼んでる。本当に意味はとかわかんない。日本語で何っていうのはわからない。今、visualization を日本語で調べてみたら、視覚化って来たんだけど、視覚化なんかなわかんない。でも、このステップでやってほしいのは、自分があたかもその目標を達成したっていう達成後の visualization だけじゃなくて、その達成する上での obstacles、壁だったり、障害物だったり、それをどうやって乗り越えてるかっていうことも visualization するの。それはとても大切だと思うの。例えばだけど、毎日運動したい。めっちゃフィットな体になりたい。っていう目標があったとするじゃん。でも、もしかしたら、それを達成するまでには、モチベーションがめっちゃ低くなっちゃったり、ディスプリンがそもそも自分の中になかったり、でもやる気がなくなっちゃったり、疲れすぎててもういいやとか思っちゃったり、それって気持ち的な壁だったり、周りの環境の壁だったりするかもしれないじゃん。だけど、それを自分がどうやって乗り越えてるのか、どういうリフレクションをして、どうやって乗り越えてるのかっていうことも、ちゃんとvisualize することがとても大切になってるの。実際に叶えたい夢も目標もすべて自分の行動で結果を出すものだから、それはそうだよね。私たちがもしかしたら乗り越えなければいけない壁っていうものがあったとしたら、それをちゃんとプランを立てて、計画的に乗り越えるっていうことは大切になってくるよね。そして最後、5つ目。自分の目標をアイデンティティ化するの。これは本当にすごいなと思った。こう考えれば、確かに目標達成にすごい近づくって私は思ったの。最初に例を挙げるね。私は YouTube を作る人です。っていうのと、私は YouTuber ですっていうのだと、私は YouTuber ですの方が、私は YouTuber だから、これから YouTube を定期的に発信しないといけない。これから定期的に YouTube を発信するんだ。継続的にこれを続けるんだっていう気持ちになるの。私は YouTube を投稿する人ってなったら、たまに投稿するのかなみたいな風に聞こえない？だから、そう、あなたはコンテントクリエイターですって言ったら、私はコンテントクリエイターなの。だから、皆さんに、視聴者さんに有益な情報をたくさん与える身なのって考えるのと、私はコンテンツをクリエイトする人ですってなったら、何でもいいんじゃねみたいな。うーん、何でもいいんじゃねみたいな、本当に。そういう気持ちになるの。ちょっとわかるかな言いたいこと。だから、例えば自分は起業家だっ
って言った方が自分の起業家精神がくすぐられて、その起業することにコンシステントになるし、その起業っていうものをアイデンティティ化してるから自分がそういう人だっていう風に自分に収めて継続する力をぐんとアップできるっていうお話なの。でもこれ聞いた時本当にびっくりして、確かに私たまにさ、ブランドディールとかで、コンテンツクリエイターの皆さんみたいな風にしてメールが来たりするんだけど、あれ私ってコンテンツクリエイターなの？私って確かにコンテンツクリエイターか。はいはいはい。うん。よし、じゃあ今日も TikTok 投稿頑張ろう。みたいな感じになるのよ。本当になるの。だから、私はコンテンツクリエイターだ、YouTuber だっていう風にしたら、私もこの YouTube は始めたばっかりで、これから始めていきたい、コンシステントになりたいって思ってるから、自分は YouTuber だって言い始めます。だから、どんなゴールでもいい。自分のゴールをアイデンティティ化して、そのアイデンティティと自分を結びつけるの。そうすれば、自分が思っていたより、もう早くそのゴールに達成できるかもしれないよ。今回の一番最初のちょっとだけプロフェッショナルな YouTube はどうでしたか？なんか好きでしたか？私、皆さんのフィードバックめちゃめちゃ聞きたいです。なんか2025年はちょっとだけ SNS とかの方向性を変えようかなって思ってて、自分のね、全部の SNS はやんない。そんなことはしないんだけど、私の TikTok とか YouTube で上げる投稿の、種類をちょっとだけ変えようかなとか思ってて、っていうのも、私が好きなことってこういうマインドセットみたいなところなんだよね。で、すごい好きで、それをもうちょっとプロフェッショナル化したいって私は思ってて、これからお仕事が始まったり、社会人になったりするから、難しい時もあるかもしれないけど、I'll try to be consistent。私が個人的にこういう動画が大好きで、しかも、プラスポッドキャストもめっちゃやりたいと思ってるから、なんかワクワクった感じ。どんなこと話すのかまだ全然わかんないけど、でも皆さん、応援ありがとうございます。こちらの動画もチェックしてくれてありがとうございます。この方法で2025年、うちらの best versions of ourselves に一緒になりましょうね。で、次の動画では、私は今年はビジョンビンゴっていうのを作りました。っていうのも、ビジョンボードじゃなくて、ビジョンビンゴ。ビジョンをゲーム化しました。で、その作り方、やり方をステップバイステップで次の動画で教えてるので、ぜひそちらもクリックしてみてね。本当に皆さんのサポートは感謝してるし、本当にありがとう。対面で会ってハグをしてありがとうって言いたい感じだから、本当にもしよかったらチャンネル登録といいねお願いします。本当に助かります。Okay, I'll see you guys on my next YouTube, TikTok.Instagram なんか締めの言葉欲しいね。私ちょっといろいろ考えとこう。Okay, so I hope you have a great day and a great year ahead. I love you guys. See ya.